チェンバーボーン。アップデート7。飢饉で仲間を3分の2失うも奇跡の復活を遂げ水源の悪しを自動処理工事を行った我らがビーバー。さらに追加でトンネルを堤防で埋めて川をせき止め超巨大な貯水池もゲット。さあ今回も開発頑張るぞー。ただいま巨大な貯水槽の外周部分の高さ調整の工事中。ここまで水が溜まるとは思えないが、一応溢れた時の備えはしておかないとな。スクラップ回収拠点から見た現在の貯水状況。結構溜まってるな。こら貴様、しっかり働かんか。在庫いっぱいなんだろ、ゆっくりさせてやれよ。精錬所稼働するの忘れてた。そりゃ原料のスクラップも減らねえよ。全部お前のせいじゃねえか。てへ。さていっぱい建設指示出してるし、しばらく作業の完了を待つとしますか。無駄に立派な排水用の水門、工数が多そうだ。おっと丸太の在庫がなくなりそう。遠方の木を切りに行かねば。植林地を増やしたいところだが適した土地がないのが辛いぜ。お前、暇そうやなぁ。丸太がなくて作業できねえんだ。むやみにつついてやるなよ。サボる子は土砂採掘機送りだよ。おお、いつの間にか完成してたのな。これで土砂が掘り放題。やっと地形ブロック使って地形の改善ができるぜ。早速地形ブロックをアンロックして、出っ張る感じで地形を回収。そこ一マス足りなくてバラック台が建てれなかったからありがたいぜ。ホームレス13匹いるから早めでよろ。川の底下げ、ハッパー。貯水量ちょびっとアップ。丸太の在庫が心もとないけど、それ以外は順調順調。だな。じゃあお次はこんな感じでよろ。これはさすがに爆薬なくなりそうだ。貯水が始まり4日目、貯水量はこんな感じいい。3分の1程度しか溜まってねえな。注水しながら溜めてるからこんなもん。微妙。ここの部分のくぼみは水たまりになって、吐き出せないので埋めときましょ。来るべきハード難易度の最高の干ばつ30日に備える。こんな感じになりそうろー。干ばつ1日前、なんだかんだでそれなりの水が確保できた。しかし丸太が足りぬ、丸太遠征だ。ここは多くがたくさん生えてるな。それなりの丸太がゲットできるぜ。ビーバー野戦病院。うわ土砂採掘機で怪我したんか？ただいま怪我ビーバー10匹。ベッドが足りてねえ。そんなわけでベッドマシマシ。今回はボット禁止の街だから、今後もっと怪我ビーバーが増えてきそうだぜ。余裕ができたらちゃんとした病院作りましょ。だな。そして干ばつ11日が到来。貯水はあれから増えてなさそうだが、これだけあれば楽勝だぜ。いや待って、なんで増えてないの？下流でダダ漏れになっとるやないかーい。これには思わずレイムさんも渾身のツッコミ。てか干ばつ中に水を捨てるな。安定のやらかし清水弁の設定がどっか甘かったんかな？微調整して次回は漏れないように気をつけてください。あいいよ。川の底下げ工事により生成物と爆薬の在庫が枯渇。やっぱ足りなかったか。いい機会だったのでタンクを大型に回収して、遠心分離機も上に立て直すことにしました。上で原料の汚水組むから、こっちで生成した方が楽だぜ。そうそう切り株を消す小技だけどダムだと一列しか消せないので勘違いしてたんだけど、なんと堤防ならがっつり後半へ一気に消せます。前回これのためにわざわざ防水フロアアンロックしたのに完全に無駄で草言うな、コメント欄で教えてくださった方ありがとうございました。なお時間止めた状態でないとビーバーががっつり建設に来ちゃうからそこだけは注意だ。初期の頃貯水池にしようとしてたくぼみ、ここも段差で貯水池から吐き出せないので底下げ開始などと細かい工事を追加したけど、貯水槽の外周部の高さ調整が完了。立派な排水溝もできた。これが満水になって溢れる姿をいつかは見てみたいぜ。地形ブロックマシマシ、新しいお家を建てまし。そうビーバー数167匹、この町の最大数をしれっと更新だぜ。ホームレス21匹、早めの建設よろ。増えすぎビーバーの塾の巻。爆薬生産するための汚水が空なのでポンプ作りましょ。爆薬なくて工事も止まってるぜ。安定した汚水の供給のために汚水の放水をアンロックしたいけど、これ価格ポイント4000か。悩む。ポイント使うならこっちのがいいでしょ。ってことで団結の炎建設だー。お手軽幸福度アップ。有り余る労力と板で管路も延長だー。足りてる物資でできる工事を率先して行った。今日も一日お疲れしたー。ビーバーの一日はエクササイズで終わる。おっと無職のビーバーがいるので建設作業員にしましょ。狭い絶壁に作業員の小屋がぎっちり。そろそろ再開発も視野に入れて、邪魔になってきた発明家を端っこにさせん。科学ポイントは欲しいがぶっちゃけなくても平気な奴ら。
汚水が枯れた。汚水の解放は現状厳しい指導したものか。仕方ないので水門で汚水をもう少し溜めれるように工事。下流でせき止めてるからそこを掘ればもう少し汲めるが、現状掘るための爆薬も作れねえしな。多分ここは平気だけど、水門で吸い上がって貯水槽にダバーしないように土砂で埋め。ここから漏れたら大惨事。団結の炎、完成だー。狭い地形に無理やりねじ込んだ感がすごい。整地する余裕がないんだよ。夜中にこっそり汚水ポンプ増設予定地の建設依頼。夜中にやるなよミニキーだろ。いやここ管路通ってるから昼間やると帰れなくなっちゃうビーバーが。なある。重力バッテリーと除染ポット撤去。からの爆薬工場マシマシ。干ばつももうじき終わる、汚水不足もあと少しの辛抱だ。重力バッテリーはこちらにお引っ越し。そこビーバー入れんぞ。おっとしたり、管路を敷いて工事できるようにしましょ。管路ほんと便利だな。足場ができてきたので汚水ポンプ、立てまし。でもこれの影響で板がなくなっちまったぜ。なんとか生産量を増やしたいところ。だな。いのちの水。建材不足で地味な工事が続いた11日間だった。研究ポイントを惜しんで開放をしなかった汚水の放水、干ばつ中の汚水切れはやっぱり問題と思い結局アンロック。そして建設資材が何一つ足りていない件。当分丸太と土砂でできる工事をして、完成をのんびり待つしかなさそうだね。もう少し生産力を強化したいぜ。ここを塞げば植林が可能な土地になる。植林して丸太を手に入れ生産力アップの足がかりにするぞー。おー。てなわけで、空いてる穴に地形ブロック。この穴の先は汚水の源、土砂で埋めて汚水をシャットアウトだ。汚水をブロックしたら、現状汚水が流れるこの川の下流をせき止めて緑地にします。地形が歪だがそれなりに緑地化するかな。汚水が来るぞー。浴びないように気をつけて作業を進めろー。この汚水を制し緑地を手に入れるのだ。未来の丸太のために身を粉にして働けー。緑地増やすなら既存の植林地整地するのもありか。地形ブロックでお手軽改善。おっと清水弁調整したのにまた漏れて、ない？ちょい漏らしたがギリッギリで保ってるな。これならしっかり貯水できてそう。だな。こんな感じになりそうろー。これで長期干ばつが来ても安心して過ごせそうだ。汚水確保の水門もいい感じ。変に溢れたりしてない、当面はこれで汚水を確保だぜ。横穴部分が埋め終わったけど、汚水の川がせき止まってない。こりゃ他からも流れてきてるな。あ、こっちにも穴開いとった。調査不足。この穴を塞ぐと、今度はこの上から漏れるのかな？そして漏れ出す先は植林場。これは工事線と大惨事だね。汚水を捨てる水路が必要だ。こんな感じになりそうろー。生産再開したばかりの爆薬がたくさん必要になるぜ。水路を作ってさらにトンネルで掘り進んで、最終的には汚水の滝に繋がる排水路と繋げる予定。地味に規模の大きな工事になった。動力が少し足りなかったので、移転した遠心分離機を壊して回し車ビーバーよ回れ、バターになるまで。で余剰の動力で爆薬工場。汚水を制するために爆薬を増産だ。再開発予定地確保のため発明家を夜中にこっそり撤去。朝になると職場がない、ビーバーあるあるである。加工板の在庫が収まりきらなくなったので資材置き場を、建てまし。使う予定こそないがそれなりの数は常に確保しときたいぜ。近所の遺跡、これで最後でございます。スクラップ在庫ないのに参ったな。少し離れた汚水の滝の裏から取ってきましょ。遠いから甘露が欲しいぜ。それを作る鉄の原料がここにあるんだよ。そうだった。位置関係はこんな感じ。甘露なしで地味に遠くまで採取の日々になりそうだ。そんな中はルシオ12日が到来。汚水関連の工事してるからできれば干ばつが良かったぜ。スクラップ回収完了。長い間、お世話になりました鉄の在庫ないし地味につらし。そういえば貯水量はどんなもんかな？半分も溜まってない模様。この貯水量ならメインの水源の水も、ここに溜めてもいいかもね。それはそれで工事が大変そうだな。繁殖ポットをリプレイするぞー。中身改良版繁殖ポットなら出てきた瞬間から大人、労働力アップであります。てかこれ作るのに鉄がいるぞ。しまった。こりゃ中身再利用する前にどっかでカッサカサになってそう。怖いこと言わないでよ。お前、暇そうやなあ。爆薬不足でトンネルが掘れねえんだ。ビーバーをなじってやるなよ。よろしい、ならば余ってる土砂で汚水の水路の整地をさせよう。再開発予定地の近くか、いずれ役に立つかな？
さあ暇を持て余したビーバーたちよ、思う存分働くのだビーバーはハンマー振るってなんぼ、働け、もっと働け丸太が保管しきれなくなったので資材置き場を、建てまし今丸太の生産量を増やすため緑地化頑張ってるのに、植林始まる前にまさかの丸太いっぱいである。野生の多くのおかげかな。汚水の水路の工事が全然進んでないじゃないか。お前のくるみサイズのビーバー農じゃ、自分で出した建設予定も覚えてないか。ああ、そういやここで爆薬大量消費してたんだった。作業は完了してた模様。そういえばここも爆破工事を。汚水の水路の工事はこれが終わってからだな。爆薬と鉄と歯車が足りぬ。多いな。スクラップの採取が再開。遠くなって効率は落ちたが、これで鉄もそのうち復活だな。運搬が大変そうなので運搬員の拠点を追加しときましょ。重いスクラップを運びマッチョなビーバーになるのだ。さらに遠くの遺跡も少しだけスクラップ回収。これがなくなる前に鉱山なんとかしたいところだぜ。はっばー。これでくぼみの平坦化完了、無駄なく放水できるぜ。いやまだここも凹んでるから、埋めて水位を合わせましょ。ほんとこのマップは高さの上下関係がわかりにくいぜ。皆の者を土砂を水中に放り投げハンマーで叩き固めるのだ水中で作業する愛らしいビーバー。めっちゃ発明家いるので古い発明家を全撤去。お前が再開発予定地って言ってる場所だな。で平坦化したいけど爆薬の在庫なし。再開発の道のりは遠い。こら、お座りしてないでお仕事しなさい。これは新しいお仕事を用意せねば。汚水水路工事は進んでるけど爆薬不足か。では泥風呂アンロックだ。これを作りたまへ。歯車足りないからすぐには完成せんぞ。じゃ尻尾の装飾アイテムもアンロックして建設予定を。これも資材足りないので完成は未定。もちろんスタンプの模様は可愛い私マリサ。こっちは私レイム。前シーズンから変えるの面倒でそのままです。おい。確認したら屋上テラスを作り忘れてたのでこちらに作りましょ。これなら今すぐサクッと建設可能だな。ここ動力繋がってるのに運搬員に使わせるのはもったいない。歯車製造所に建て替えましょ。歯車町の建設現場もいっぱいだしな。やっはー、汚水を流すための水路ができたぞー。深夜にうちの赤まんじゅうが騒音を発生させ誠に申し訳ございません。さあここからはトンネル工事だ。この部分を掘って奥まで突き当たったら下を爆破。これで汚水の滝に通じる水路と繋がるぞ。完成まであと少しだ。資材置き場マシマシ。無計画に建てた資材置き場がだんだんでかくなってる。そのうち収集つかなくなりそう。トンネル掘った後の足場の破壊は私に任せろ。どんどん資材を運び入れてトンネルを掘り進めー。せっせと爆薬を運ぶ可愛らしいビーバー。動力繋がってると思って建てたら繋がってなかったけん。どうしよう。結構悩んで足場で一段高くして無理やり繋がるようにした。スマートじゃないけど一応稼働できそうだ。建設した時はジャストフットとか思ってたのに。ボーンミス。ワルシオがもうすぐ終わるぞ。汚水が出てくる前に横穴を封させよう。ここを閉じるということはトンネル工事も完工したかな？いのーちの水。命の水がワルシオ12日の終了をお伝えしました。そういえばこっちの水源、ワルシオ対策自動化してから挙動のチェックをしてなかったかも。危ねえな。でも問題なく全自動化できてて安心。よし汚水の横穴が埋め終わったどう？さあこれで行き場を失った汚水が、上に溢れてくるぜ。この穴から排水だ。水位の上昇を中止するぞ。汚水が来る前に仕上げの葉っぱこれでワルシオを排水してる汚水の滝の水路と合流だ。しっかり繋がった。これで工事は完了だ。そうだ、ここの水位を維持するなら清水弁も用意しとかなきゃ。ここの緑地化が目標なのにしれっと忘れそうになる。これが悲しいビーバー脳の定め。こっちの爆破も忘れてた数サイクルを経て近所の池の底下げ実施。大きな貯水池ができたから優先度は低かったけど、ここはポンプあるしなるべく深くしとかないとね。だな。汚水の放水の作業進捗はあと鉄が10個。意外と進んでるな。汚水が来るぞー。さあ完成した汚水の水路は溢れずしっかり流れるかな？ミスってたら地獄だから成功しててくれー。まずは普通にダイナマイトで掘った水路。3マス幅で掘った水路、溢れることなくスイスイ流れております。トンネルで掘った部分も詰まることなくいい感じ。お、下に流れていったな。この先はワルシオで使ってる水路。そしてここをぐーっと進むと、汚水ポンプのある汚水川の汚水の滝だぜ。
では緑地を得るためにやった汚水制御工事が終わったところで今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。励みになります。地味な作業を続け資材を少しずつ溜め込むビーバー。次はどんな開発を行うのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。